ナチスドイツ滅亡の真実。第3回残された者たち、戦後ドイツの苦難と再生。1945年5月8日、ドイツは無条件降伏を迎え、第二次世界大戦のヨーロッパ戦線は終結しました。しかし、それは勝利ではなく、想像を絶する破壊と終わりの見えない混乱の始まりでした。都市は廃墟と化し、家族は引き裂かれ、人々は飢えに苦しみました。ナチスという重い過去を背負い、ドイツの未来はどこへ向かうのか。今回は戦後ドイツに残された人々の苦難と、そこからの再生への道のり、その真実に迫ります。占領下の荒廃と混迷。無条件降伏を迎え、ナチスドイツという国家は地球上から姿を消しました。しかし、その国土は壊滅的な状態にありました。主要都市のおよそ半分は廃墟と化し、交通網は寸断され、産業は停止状態。ドイツ全土はまさに巨大な瓦礫の山と化していたのです。生き残った人々は住む場所を失い、飢えと病気に苦しみました。ドイツは戦勝国であるアメリカ、イギリス、フランス、ソ連によって4分割統治されることになりました。それぞれの占領国は独自の政策を持ち込み、ドイツの再建と管理にあたります。アメリカとイギリスは民主主義の導入と経済復興を重視し、フランスはドイツの弱体化を警戒しました。そしてソ連は賠償の確保と社会主義体制の構築を目指し、支配地域での決定的な略奪と政治的粛清を行いました。この異なる占領政策は後の東西ドイツ分断の遠因となっていきます。占領下のドイツで最も優先されたのは非ナチ化でした。ナチ党の解体、ナチス思想の排除、戦争犯罪人の処罰。多くのナチス関係者が逮捕され、ニュルンベルク裁判ではゲーリング、ヘスといった主要な戦争犯罪人たちが裁かれました。これは二度とあのような悲劇を起こさないための国際社会による明確な意思表示でした。しかし、すべてのナチス協力者を排除することは困難であり、社会の隅々まで染み渡ったナチス思想からの脱却には長い時間と痛みを伴いました。中には戦時中にナチスの組織に属していたものの、やむなく従っていただけだった一般市民も多く存在し、彼らに対する非ナチ化の線引きは非常に困難な問題でした。市民の生活は占領軍の管理下に置かれ、厳しい規律と制限の中で送られました。闇市場が横行し、物々交換が当たり前になるなど、経済活動も混乱を極めていたのです。社会の苦難と再生への兆し。戦争の傷跡は人々の心と体に深く刻み込まれていました。兵士たちは帰還しても故郷は破壊され、家族は離散していました。およそ1200万人ものドイツ人が故郷を追われ、難民として国内をさまよいました。彼らは食料、住居、そして家族を探し求め、先の見えない日々を送ったのです。特に深刻だったのは食料不足です。都市部では餓死者が出始め、闇市が横行し、人々はわずかな配給品を求めて長い列を作りました。大都市の食料配給はわずか1日1000キロカロリー程度にまで落ち込み、これは人間が最低限生きていくために必要な量のおよそ半分でした。冬の寒さは厳しく、燃料不足から多くの人が凍死しました。しかし、そのような絶望的な状況の中にも、
わずかな光が見え始めます。瓦礫と化した町で最も大きな役割を担ったのは女性たちでした。夫や息子を戦争で失った彼女たちは瓦礫の女たちと呼ばれ、手作業で瓦礫を運び出し、都市の再建の基礎を築きました。彼女たちは毎日何トンもの瓦礫を運び、時には男性以上の重労働をこなし、まさにドイツの復興を最前線で支えたのです。彼女たちの献身的な労働がなければ戦後復興はありえなかったでしょう。1948年、アメリカによるマーシャルプランが始まります。これはヨーロッパの経済復興を支援する大規模な計画であり、西側占領下のドイツもその恩恵を受けました。この経済支援はドイツの産業再建に大きな弾みを与え、通貨改革とも相まってドイツ経済は急速に回復の軌道に乗ります。これを後に経済の奇跡と呼びますが、その裏には勤勉なドイツ国民の努力があったことは言うまでもありません。しかし冷戦の激化はドイツをさらなる分断へと導きます。1949年、西側占領地域が統合され、ドイツ連邦共和国、いわゆる西ドイツが建国された一方、ソ連占領地域はドイツ民主共和国、いわゆる東ドイツとなりました。ナチスドイツの滅亡は新たな世界の対立構造の中でドイツを2つの国家へと分断する結果を招いたのです。それでも西ドイツは民主主義国家として経済復興と国際社会への復帰を目指し、着実に歩みを進めていきました。ドイツは自らの過ちと向き合いながら新たな未来を模索し始めたのです。ナチスドイツの滅亡はドイツ国民にとって想像を絶する苦難の始まりでした。荒廃した国土、食料不足、占領下の混乱。しかしその中で彼らは瓦礫の中から立ち上がり、新たな国家を築き上げる道を模索しました。戦争の傷跡は深く、完全に癒えることはありません。過去の過ちと向き合い、民主主義と平和を希求するドイツの姿勢は、私たちに多くの教訓を与えてくれます。これは歴史が示す困難を乗り越える人間の強さと希望を失わないことの重要性を物語っています。次回は現代にまで影を落とすナチズムの残像に焦点を当て、その危険性と私たちがどう向き合うべきかを探ります。ナチスドイツ滅亡の真実。次回もぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価もお忘れなく。